皆さんこんにちは、マルメトリップです。今回はハワイ旅行の旅行プランと費用をテーマに、フライトの情報、ホテルの情報、2022年の海外入出国規制、他の南国リゾート地と比較したハワイのメリット・デメリットについてご紹介させていただきます。なお、今回も前回と同様に2023年2月の海外旅行を前提に計画してみます。2023年2月23日木曜日が祝日のため、2月24日金曜日と2月27日月曜日に休暇が取れた場合を想定し、基本的には2月22日水曜日夜のお仕事終わりに日本を出国し、2月27日月曜日に日本に帰国する前提で旅行プランを立ててみました。今回も魅力的なフライト、ホテルがたくさんありますので、私が個人的にいいなと思ったホテル、フライトを厳選してご説明させていただきます。まずフライトから見ていきます。ハワイは多数の会社が直行便を運航しており、日本を夜出発し、現地に朝到着する便が多く運航されています。東京を発着する便では、今回調べた際にはエコノミークラスは13万円程度から手配することができるようでした。プレミアムエコノミーのお値段は19万円、ビジネスクラスの場合には40万円程度の料金でした。また JAL グループの LCC である ZIP エアは火曜日、木曜日、土曜日のみの運航便に限られますが、他の会社と比べて航空券が安く、フルフラットのビジネスクラスを利用した場合の料金も他社と比べて安いですね。また費用を抑えてプレミアムエコノミーやビジネスクラスをお得に利用する観点では、マイルの利用も検討対象になりますが、ハワイ線は人気が高く、マイルのチケットは予約開始直後に予約満了になってしまうケースも多いようです。特に ANA はマイレージを利用する場合、往復のチケットをマイルで取る必要があるため、行きのフライトに空席が見つかっても帰りのフライトに空席がないとチケットの手配ができず、予約難易度が高くなってしまう傾向にあるようです。一方 JAL は片道でマイルを利用することができます。今回調べた際には2023年2月下旬のフライトですと片道6万7000マイルでビジネスクラスの便が残っていました。先ほど紹介した ZIP エアと組み合わせて、行きは JAL を利用し、帰りは ZIP エアを利用すればコストを抑えながら往復フルフラットの座席を確保することもできそうですね。次にホテルの情報です。ハワイに滞在する場合、立地面ではショッピングもビーチへのアクセスにも利便性が高いワイキキビーチに直接隣接したホテルが理想的だと思いますが、立地スペースが限られているため、選択肢はこちらに記載のホテルに限られます。中でも日本の三井不動産グループが保有するハレクラニさんは、お値段は高くなってしまいますが、最高級のホテルでホスピタリティも高く、またプールサイドも他のホテルほど混雑しておらず、のんびり過ごすには最適なホテルだと思います。ハレクラニのオーシャンビューのお部屋の場合の料金は、税金等の諸費用を加え大人2名で3泊で約40万9000円、4泊で約54万5000円でした。また一番安い部屋を選択した場合は、諸費用込みの料金が3泊で約32万5000円、4泊で約43万3000円でした。こちらのホテルは基本的にはどの旅行サイトから予約した場合でも同じ料金となるようですが、例えばホテラックスさん経由で予約した場合には朝食無料などの特典がつくケースがあるようです。
年会費のかかるサービスで私はホテラックスさんを利用したことはないのですが、ご興味のある方はご検討ください。ハレクラニさん以外にもワイキキビーチ沿いのホテルはそれぞれ魅力的な特徴がありますが、私が2022年7月に滞在させていただいたモアナサーフライダーウェスティンリゾート&スパさんのダイヤモンドオーシャンフロントのお部屋の料金は2023年2月22日から3泊した場合29万5千円、4泊した場合39万4千円でした。モアナサーフライダーさんに宿泊したハワイ旅行の様子は別途ご紹介動画を作成しておりますので、もしよろしければ概要欄をチェックしてください。またこれまでにご紹介したホテルと比べると少し立地は悪くなってしまいますが、お値段のもう少し安いホテルを探す場合、プリンスワイキキさんのオーシャンフロントのお部屋の料金は3泊で約17万8000円、4泊で約23万7000円でした。こちらのホテルは私は宿泊したことはないのですが、日本の西武ホールディングスが運営するホテルでトリップアドバイザーが行っているオアフ島のホテルランキングで1位を獲得したことがあるなど、評価の高いホテルの一つのようです。またビーチに直接隣接していませんが、例えばワイキキビーチコンバーバイアウトリガーさんのオーシャンビューのお部屋は3泊で18万6千円、4泊で24万8千円でした。こちらのホテルはシラトンホテルからカラカウア通りを挟んだ向かいに位置しており、ショッピング等を楽しむには便利な位置にあると思います。海に入ることを優先する場合にはビーチに直接隣接したホテルが便利ですが、海にこだわらずプールでのんびりと過ごすことを優先する場合にはお値段が少し抑えられるホテルを選択するプランも魅力的ですね。次に2022年の海外入出国規制ですが、前回の動画で見たように3回のワクチン接種を終了している方の場合、多くの南国リゾート地にはワクチン接種証明を提示すれば PCR 検査なしで入国できます。ハワイも同様で、私たちが2022年7月に伺った際も PCR 検査を受けることなくハワイに入ることができました。また日本への帰国にもこれまでは PCR 検査が必要でしたが、2022年9月7日以降は PCR 検査を受けることなく日本に帰国できるようになりました。これまでは海外で受診した PCR 検査結果が陽性だった場合に日本に帰国できないリスクがありましたが、今後はそのような心配をすることなく海外旅行に行けるため海外に行きやすくなると思います。次にハワイと前回ご紹介したアジア圏の南国リゾート地を比較します。ハワイのメリットは直行便が多数出ている、治安が良く街もきれいに整備されている、ホテルの外にもたくさんのレストラン、ショップが揃っているなどが挙げられると思います。特に直行便のメリットは大きく、例えば今回見たように水曜日のお仕事終わりの夜に日本を出国し、翌週月曜日に日本に帰国するプランを前提とした場合、現地のホテルに4泊するプランを余裕を持って立てることができます。月曜日にお休みが取れないケースでも木曜日、金曜日のお休みが取れれば水曜日の夜出発で3泊5日の旅行が簡単にできてしまう点もハワイの大きなメリットですね。また新婚旅行のような一生に一度の特別な記念で失敗が許されない旅行やお子様やご年配の方を連れた旅行の場合には環境の良いハワイが魅力的です。一方デメリットは現地の滞在コストが高く、チップやリゾートフィー等を加えるとホテル代もレストラン代も高額になってしまうことや、人気のリゾート地のためマイルでの航空券が手配しにくいことなどがあると思います。長期間の滞在を考える場合にはアクセスの良さよりも
現地滞在コストも重要な考慮事項になると思います。例えば広さ40平米程度のオーシャンフロントのお部屋に2023年2月23日木曜日から3泊した場合の料金は、前回ご紹介したバリ島、セブ島、ダナンの場合には3泊合計の料金が朝食込みで10万円から13万円程度でしたが、ハワイの場合には今回ご紹介したホテルの中で一番料金の安いプリンスワイキキさんの朝食なしのプランで17万8000円程度でした。いかがだったでしょうか。私たちも2022年7月にハワイ旅行をさせていただきました。旅行の際の様子をまとめた動画は概要欄にも URL を貼らせていただきますので、よろしければチェックしてみてください。このチャンネルでは旅行等の情報を発信させていただいております。不定期での更新となってしまいますので、この動画が面白かった、次の動画も見たいという方はチャンネル登録といいねをしていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。